こんにちは、ネイリストのうりです。今回はお姉さんっぽい綺麗めなサブカルを目指してデザインしてみました。またプチプラ攻めで作ってみましたので、見ていただけると嬉しいです。それではスタート。今回は諸事情で長さ立ちをしたところから始めていきます。でははじめにこちらのセリアのジェリーホワイトのカラーを塗っていきます。親指と薬指に一度塗りだけしていきます。はい、塗れたらとりあえず交換。そしたら次はこちらのボンプリティのマグネットジェルを塗っていきます。こちらは人差し指と小指に一度塗りずつしていきます。そしたら次に磁石できらめきを調節していきます。塗っただけの状態ですと全体にキラキラが散らばっている状態になるので、まずは上下左右すべての方向からキラキラを中心に集めていっております。今回は右側に筋を作りたいので最後に右に当てて完成です。いい感じになります。小指も全く同じでございます。よし、固めます。次はパレットを用意しまして、さっき使ったマグネットジェルを置いていきます。そんなに多くなくて良いです。これぐらいかな。そしたらこのセリアのジェリーブルーっていうカラーをこれの3倍ぐらいの量かな、3対1ぐらいにしたい。青の方が多い感じで3対1ぐらいにしたい。こんな感じかなにしたら混ぜます。めっちゃ綺麗。このシルバー系のマグネットって何色にでもなれるのでめちゃめちゃおすすめでございます。なのでね、今度マグネットの組み合わせのコツとかの動画も撮れたらなと思っております。したら混ざったやつを筆に取ってこちらにのせます。なぜ最初にシルバーのマグネットを塗ったかと言いますと、マグネットジェルは普通のカラーと混ぜてしまいますとキラキラ感がちょっと薄れてしまいます。なので混ぜてない状態のキラキラが最大限発揮されるジェルを下に引いてから上に混ぜたジェルをのせることによってキラキラ感も保たれつつ色も可愛いよっていう感じが出来上がります。塗れましたらまた磁石でキラキラを調節していきます。やり方はさっきと全く一緒なんですけど、気をつけるポイントがなるべくさっきと同じ形のきらめきになるようにしていきます。この右側の筋もさっきと同じ位置に来るようにすると模様も綺麗に出ます。こんな感じで入れます。なんかついている。なんで？そしたら二度塗りしていきます。ちょっと発色が良くなるように。めっちゃ可愛くない？この色。OK。こんな感じで入れていきます。では次はマットコートを中指に塗っていきます。中指は少し変わったキルティングネイルにしていこうと思います。次に使っていきますのがこちらのセリアのアイシングジェルでございます。ドット棒を用意しまして爪を上下で分けたそれぞれの中心部分にジェルをたっぷり取ってのせていきます。これは何かと言いますとキルティングのダイヤの部分を2つ中心に作る作業でございます。ジェルが置けましたら細い筆で中心を意識しつつ上下を伸ばしていきます。この上と下のジェル同士はくっつかないようにお気をつけください。では縦が終わったら横の線も伸ばしていきます。縦の線と真ん中で交わるように水平を意識しつつ描くのがポイントでございます。あと縦の線より横の線を短くするとよりダイヤっぽくなります。では次にさっき伸ばした上下左右の線の端っこと端っこをつないでダイヤの形をとっていきます。今回は少し変わったキルティングなのでこのやり方なのですが、普通のキルティングだと最初にストーンとかで目印つけれますのでここまで難しくはないです。では次にドット棒にアイシングジェルをたっぷり取ってさっき描いた枠をはみ出さないように置いていきます。横からも見てジェルを調節してあげてください。
もう一つのダイヤも全く同じ工程をしていきます。そうしましたら次に隣のダイヤ2つを書き足していきます。やり方はさっきとほぼ同じです。ポイントはですね、隣のダイヤとくっつかないように注意することと、この線とこの線が平行とか、この線がこの線の延長線上の線だとかを意識すると綺麗に書けると思います。最後に周りとのバランスを見てダイヤの形を整えていきます。横からも見て膨らみも調節してあげてください。調節し終わったら爪を裏返してセルフレベリングさせてから硬化するとフォルムが綺麗になります。次はまた細筆にアイシングジェルを取って残りのダイヤを書き足していきます。今から書いていくダイヤの部分はジェルを盛りすぎると爪の横幅が太く見えてしまう原因になってしまうので、あまり盛りすぎない方が良いかと思います。書き終わったらさっきと同じく裏返してセルフレベリングさせてから硬化します。じゃん。面白い。クリアキルティング。なかなか見ないクリアキルティングができました。そしたら次使っていくのはこのポンプリティさんのメタルペインティングジェルでございます。これね、めっちゃ少量でかけちゃうので下のここ使っていこうと思います。メタルジェルつけたらここにね塗っていきます。ディンディン。キルティングの溝にもしっかり入れ込むように塗ってあげてください。 OK。 やば、超綺麗。塗り重ねるとより深い色味になるので、今回は一度塗りで薄めに仕上げていきます。塗り終わりましたら少し待ってセルフレベリングをさせます。そうしますと筆跡が消えていってより鏡みたいな綺麗な輝きになります。綺麗になったと思ったら硬化していきます。でも私はちょっとせっかちなのでこの間に親指のアートをしていこうと思います。親指はメタルジェルのグラデーションにしたいので先端からフレンチっぽいラインを意識しながら塗っていきます。かけましたらいつものグラデーション筆で境目をポンポンしてぼかしていきます。OK。 入れます。そうしましたら次に小指の周りをメタルジェルで囲っていきます。全体が囲えましたら描いた線の内側をグラデーション筆でぼかしていきます。できたらこんな感じになります。あとは人差し指と薬指も同じやり方でやってあげてください。では次にこちらのシーンで買ったブルーっぽいラメとセリアのアイシングジェルを混ぜていきます。混ぜ終わりましたら筆に取って親指の付け根からラメグラっぽい感じでのせていきます。上のメタルグラとちょっと被る感じでぼかしていきます。ラメがみちみちすぎるとちょっと派手だったので少なくしました。薬指は周りのメタルと被らないように塗って硬化していきます。そうしましたら次にこちらのハートのモールドを用意しましてパーツを作っていきます。使うのはレジンでもクリアジェルでも何でも大丈夫です。好きな大きさのハートの型に入れていきます。気泡が入っちゃったら取り除いていきます。私はドット棒がやりやすいのでいつもドット棒で取っちゃいます。取れたら硬化していきます。硬化し終わったらパーツを取っていきます。そしたらこちらのパーツをアイシングジェルで人差し指につけていきます。この時パーツの下からジェルがプニッとはみ出ないぐらいの少量のジェルでつけます。硬化できたら今つけたパーツの部分だけにメタルジェルを塗っていきます。いろんな角度から見て隅々まで塗ってあげてください。塗れたら硬化してハートのメタルパーツの完成です。ハートだけだと寂しかったので他にもパーツを置いていきます。パールと小さめのストーンを置いていきました。位置を調節したら硬化していきます。次は小さいストーンをこのキルティングの交差する部分すべてに置いていきます。全部置いたら全体とのバランスを見て調節していい感じだったら硬化していきます。そしたら次にこの激カワハートパーツを親指につけていきます。接着に使うのはこちらです。ハートをつけたいところにジェルを置いていきます。置けたら次にハートを接着していきます。今回はハートのお尻部分をちょっとはみ出してつけてみました。
そしたら次にこちらの激カワリボンパーツを薬指につけていきます。つけ方はさっきと同じですが、チャラチャラ部分にジェルがつかないようにしていきます。硬化したらこんな感じです。めっちゃ可愛いです。お次はこちらのチェーンをつけていきたいと思います。こんな感じでちょっと交差させたいなという目論見でございます。置きたい形に合わせて長さを確認したらそこで切ります。もう1本も同じく長さを合わせたら切っていきます。2本とも切り終わったらアイシングジェルにつけて置きたいところに置いていきます。2本とも置けたらバランスを見て位置を調節していきます。チェーンの端っこはなるべく爪から浮かないように押さえてあげてから硬化すると良いかと思います。次に小指にもパーツを置いていったんですけど、大体同じ工程だったのでカットしちゃいました。デザインはパールとストーンをチェーンで挟んだ感じになっております。そして硬化していきます。そしたら最後にトップコートを塗っていきます。小指と人差し指はパーツを埋めつつ表面と裏側を塗って硬化してあげてください。中指はパーツはちゃんと埋めたいのでまんべんなくトップを塗ってあげたら、キルティングの凹凸感がなくならないように余分なジェルを削いであげます。そして裏も塗ってあげたら硬化していきます。次に親指はキラキラ感がなくなっちゃうのでハートのパーツの上は塗らずに周りだけ埋めていきます。チェーンはしっかり埋めてあげてください。ハートパーツの下など細かいところは細筆でジェルを入れ込んでいきます。まんべんなく塗れましたら最後に余分なジェルを取ってフォルムを整えてから硬化していきます。薬指のリボンパーツは先に周りにアイシングジェルを入れて固定していきます。こちらのパーツはハートのパーツよりも立体感があって爪との間に空洞がたくさんあったのでアイシングジェルで埋めました。アイシングジェルを硬化したら次はノンワイプトップを全体に塗っていきます。私は今回はリボンパーツの上も塗らないことにしました。裏側も塗ったら硬化していきます。そしたら、じゃーん、できました。今回はサブカルとお姉さんをミックスした上品サブカルみたいな感じのを作りたくてやってみたのですが、どうでしょうか。意外とメタルキルティングも可愛くできました。リボンパーツが可愛すぎて私はゴールドとシルバー2連続で使っております。めちゃめちゃおすすめでございます。今回は難しいところもあったのですが、参考になれば嬉しいです。それではまた次の動画まで。バイバーイ。